こんにちは。このポッドキャストは B リーグを数字と本音で料理するをテーマにスポーツライターサマンサと NBA US ヒップホップを愛する仲間たちが B リーグの注目カードや話題のトピックをピックアップ。膨大なデータと現場の空気感をスパイスにどこよりもディープかつ自由に語り尽くす B リーグをもっと深くクリティカルに楽しみたい人のためのポッドキャストです。ミヤちゃんが好きそうな話題なんだけど、OKC がレイカーズをスイープしたじゃん。4連敗マジで？マジで。で、レイカーズは来季ルカ中心で再建するって話が出てて、レブロンとリーブスは残留前提で大幅アップグレードを狙えるっていう見方があるみたい。ハッチはどこに行くんだろうね。トレード市場でめちゃくちゃ注目されそうだけど。そこだよね。やっぱりチーム作りって本当に難しいよ。一人のスターに頼るか、バランス重視で行くか。ちょっと戻ると、今日はそのチーム作りがガチで試された試合の話をしたいんだよね。もうわかった。私の推しチームのベルカの話でしょ？そうというわけで今日は5月15日、ハピネスアリーナで行われた CS セミファイナル第1戦、長崎ベルカ対千葉ジェッツを深掘りしていきます。こんにちは、アニーです。こんにちは、サマンサです。今回はこの二人でお届けしていきます。なんか今日、アニーのテンション最初からやばくない？だって勝ったんですよ。82対74。もう最高。ファイナル行きをかけたゲーム1を制したんだよ。わかるよ。ちなみにリスナーの皆さん、この収録時点でゲーム2はもう終わってるんですよね。ただ今日はゲーム1に絞って、しっかり深掘りしていきます。ゲーム2の話は次回ってことで。でもまず聞いてよ、サマンサ。前半終わった時に絶望しかけたじゃん、私。前半終わって41対49、8点ビハインドね。そう、第2クォーターで千葉に最大12点差つけられた時、なんか頭が真っ白になった。ホームなのにアリーナ全体でシーンってなった感じがして。前半終わって、負けちゃうかもって正直思った人いるでしょ？私はそう思わなかったけど。でも、ベルカってオフェンスの調子が悪くたって勝つチームなんだよね。それが今日の試合で改めて証明された。それ、私も試合見ながらずっと感じてたんだよね。シュートが入らない時間が続いても崩れないの。なんでってなってた。そこが今日一番語りたいところ？第3クォーターで何が起きたのかってこと？ 8 点差をひっくり返して、第3クォーター終わった時点で65対60と逆に5点リードになってるんだよ。待って、改めて聞くとすごい数字だよね。1クォーターで13点スイングしてるじゃん。長崎が第3クォーターで24点取って、千葉は11点しか取れてないから、このクォーターで何が変わったのか、データからも読み解けるんだよね。特にターンオーバーとペイントゾーンへの攻め方に面白いものが見えてきて。第3クォーターのベルカのディフェンスの圧、ハピネスアリーナから画面越しにも伝わってきたもん。アリーナの声が本当にすごくて、ブースターのコールが笛の音飲み込んでたって言われてて、あながち嘘じゃないと思う。5877人。ほぼ満員じゃん？そう。あの雰囲気が選手の背中を確実に押してたって思う。だってあの場所にいたら誰だって燃えるよ。なんか、アニーが現地で見てたくらいの熱量で話してるじゃん？それくらい画面でも伝わってきたってこと？配信で腕立てしそうになった？じゃあ今日はスタッツと戦術の話から入って、イ・ヒョンジュンさんとスタジョンさんの活躍もしっかり語っていきましょうか。イ・ヒョンジュンさん。もう神なんよ、本当に。この試合のスタッツ聞いたらみんな絶対びっくりするから早く言いたい。それも後でちゃんと数字好きで話そう。まずはこの試合がなぜこうなったのかを順番に解体していくから。じゃあ数字の話から入っていくんだけど、この試合で一番これが全てだったって思ったのがターンオーバーの差なんだよね。ターンオーバー、千葉多かったよね。見ててまたってなってた。長崎はターンオーバーを誘発し、そこからの得点で千葉を大きく上回る効率を見せました。ちょっと待って。7個の差が得点差に換算したら16点になるってこと？そういうこと。ターンオーバー1個あたりのコストが全然違う。長崎は相手のミスを確実に得点につなげてるのに、千葉はつなげきれてない。これって単純なボールロストの多さ以上に、その後の守備と速攻の精度の差だから。それがずっと画面から伝わってきてたんだよね。千葉がボール持つたびにディフェンスの選手が常に取ってやるってモードで動いてるの。長崎のディフェンス陣とか特に。いや、数字的にはね、スタジョンこの試合6スティールなんだよ。本当に？ 6 本？えぐいよね。1試合6スティールってプレイオフでそうそう出る数字じゃない。しかもそれが全部速攻の起点になってるから、ターンオーバーから26点っていう数字に直結してるわけで。なんかもう、スタジオンって泥棒じゃん。いい意味で。まさに。で、第4クォーターの残り2分ちょっとのところ、75対72で3点差のシーンあったじゃん。あそこで長崎が最後の6連続得点を作ったんだけど、あの時間帯の千葉のターンオーバーが本当にひどかった。
ライブターンオーバー、つまりボールデッドじゃなくて動いてる状態でのミスが連発して、長崎はそれを全部速攻につなげてる。あの時間帯、シュートが決まらない中でフリースロー5点と速攻4点だけで82対72まで持ってったから、そう、フィールドゴールは全然落ちてるのに、なんでこんなに点差が開くんだろうってダゾーン見ながら思ってたら、結局それかって。タッシーがファウルアウトしてて、守備がさらにガタガタになったのも見てたよ。アッシーのファウルアウトでリズムが崩れたのはあったよね。ただ、それ以上に長崎がずっと千葉のオフェンスをスティールしてやろうっていう集中力を最後まで切らさなかったっていうのが大きくて、あの時間帯の長崎、虎視眈々として怖かったよ、本当に。千葉からしたら地獄だよね。シュート打たせてもらえないし、ターンオーバーしたら即速攻で帰ってくるし。ちょっと戻ると、要はターンオーバーが多いっていう数字の背景には、長崎のディフェンス強度がずっと高水準で維持されてたっていう事実があって、それが22ターンオーバーっていう数字に現れてるし、そこから26点取るっていう効率の高さにもつながってる。千葉の10点との差、16点差がそのまま最終スコアの8点差以上に試合の支配度を示してると思う。最終的に8点差だったのに、実はもっと大差だったってことか。そう、構造的にはもっと離れてた。それで言うと、そのターンオーバーが特に爆発したのがどの時間帯だったかっていう話がまた面白くて、あ、そのターンオーバーが爆発した時間帯って、やっぱり第3クォーターだよね。そう。第3クォーターのスコアを見ると、長崎24対千葉11。この10分間で8点ビハインドから5点リードに変えてるんだけど、この逆転ランが何で起きたかって話をしたくて。あの時間帯のベルカ、本当に変わったよね。前半と別のチームみたいだった。そこなんだよ。面白いのはこのランの中でスリーポイントが1本も入ってないんだよね。スリーポイントパーセンテージ 22.2% で、ただでさえ低調だったのに、逆転した時間帯はアウトサイドを捨てて完全にインサイド特化してたってこと？本当に逆転してるのにスリーポイント打ってないの8連続得点の得点源がほとんどペイント内でのゴールで、4ゴール全部インサイド。この流れを作ったのが長崎のリバウンドで、ディフェンスリバウンドを取ったらすぐトランジションに走るっていうパターンを繰り返してた。そういえばあの時間帯、ベルカの速攻がめちゃくちゃ刺さってたじゃん。千葉がボールを持ったと思ったら一瞬で長崎ゴール前にいる、みたいな。そのトランジションの起点がほぼ全部ディフェンスリバウンドなんだよね。千葉がシュートを打って外れた瞬間に長崎がボールを確保して、そのまま走ってる。千葉が戻りきる前に数的優位を作ってペイントで仕留めるの繰り返し。この時間帯に千葉タイムアウト取ったよね。でも取った後も全然変わらなかったんだよね、流れが。そうそうそう。それがまた面白くて、タイムアウト後も全く同じパターン、リバウンドからのトランジションで点を取られてる。タイムアウトで何を修正しようとしてたんだろうっていう。正直、何のためのタイムアウトだったんだろうって思ったもん。コーチが何を言っても体がもうついていけてない感じがした。いやー、数字的にはね、千葉のこのクォーターのシュートアテンプト見ても、まあ、打てはしてるんだけど、インサイドの成功率がペイント内8分の2でガクッと落ちてる。前半ペイントでかなり好き放題やれてたのに比べると、第3クォーターで長崎のディフェンスの圧が明らかに上がった。やっぱりさ、ハピネスアリーナの雰囲気も絶対あったと思うんだよね。あの時間帯、アリーナがマジで爆発してたじゃん。逆転していく中でブースターのコールが波みたいに来て、選手もそれに乗って加速していった感じがした。ちょっと戻ると、そのムードと数字って実は連動してて、長崎がディフェンスを維持しながらトランジションを出し続けた結果として、第3クォーター24対11っていうスコアが生まれて、前半8点差が5点リードに変わったってこと？このクォーターで試合の構造が完全に変わったんだよね。やば。長崎強すぎて鳥肌だわ。あ、韓国語でやばいってテバって言うんだって最近知ったんだけど、第3クォーターまさにテバだった。それ、面白い。それで言うと、その、第3クォーターの攻防と関係するんだけど、そもそも試合全体でインサイドをどう制したかっていう話をすると、ペイント得点で長崎が44対千葉34ってデータが出てて、このペイント差がどこから来てるかって視点でも見てほしくて。44対34ってことは10点差じゃん。両チームともスリーポイントが全然入ってない試合でペイントの差がそのまま結果に出た感じがするよね。そうそう、そこなんだよね。両チームともアウトサイドが不発で、長崎 22.2%、千葉 28%。数字だけ見たら千葉の方がまだマシなくらいなんだけど、ペイント内でここまで差がついてる。で、この差がどこから来てるかっていうと、長崎が意図的にインサイドに攻め続けたってことと、あとそもそも長崎って機動力重視のウィング中心のチームで、伝統的なサイズのセンターに依存しない編成じゃん。ちょっと待って。それってむしろインサイドで勝つには不利な布陣じゃないの？そう見えるよね。ただ、ベルカのインサイドの強さって高さじゃなくて、アタック力とリバウンドへのガッツなんだよ。
第2クォーターの千葉の10点ダウンを見てると、確かに長崎はサイズで劣ってた時間帯があって、千葉がインサイドに切り込んで4ゴール決めてセカンドチャンスも取られてた。でも第3クォーターになった瞬間に、長崎のディフェンスリバウンドへの切り替えスピードがガラッと変わった。あの時間帯、本当に長崎のリバウンドがエグかった。ディフェンスリバウンドをしっかり確保して、そこからトランジションが出てくるっていうパターンが繰り返されてたじゃん。で、千葉がタイムアウト取った後も同じパターンで点を入れられてて、そこが面白いんだよね。タイムアウト後もリバウンドからのトランジションっていう流れが何も変わってなかったから、あのタイムアウト何だったんだろうって正直思う。修正が追いつかないくらい長崎の強度が高かったのか、それとも修正案そのものがなかったのか。休憩だったのかな？いや、笑えないんだけど、実際あそこで流れ止まらなかったもんね。で、なんか逆説的に面白いのが、長崎ってスリーポイントを27本打って6本しか入ってないのに、ペイントで44点取ってるんだよね。スリーポイントが機能しなかったから逆にインサイドに集中したっていう、ある種の開き直りっていうか、プラン B が機能した形だと思う。ああ、それわかる？スリーポイントを無理に打ち続けなかったってことでしょ？外れてるのに外から打ち続けるチームってよくあるじゃん。ベルカはそこで切り替えてた感じがした。いやー、数字的にはね、ここが一番面白くて、シュートの本数的には27本打ってるから打ち続けてはいるんだけど、並行してインサイドアタックをちゃんとセットで動かしてたってこと？第4クォーターで千葉が69対69に追いついたシーンも、あれはブルックスさんとナビさんのオフェンスリバウンドが取れてたからで、あの時間帯だけ千葉がセカンドチャンスで5点稼いでた。あの一気に同点になったやつか。あそこはヒヤッとしたわ。トマスさんが交代で入ってきてから急にボール回しが上手くなってた感じがしたし。原ちゃんが戻って富樫さんが入ったあの時間帯ね。ボール運びが安定した上に、インサイドへのアタックでリバウンドが生まれて5点ランになった。ただあれってインサイドに猛攻をかけてたからボールがあまり跳ねなくて、高さで有利なブルックスさんやナビさんがそのまま確保できたっていう側面もあるんだよね。なんか、あれはたまたまっちゃたまたまな感じもするよね。正直数本はそういう部分もあったと思う。でも長崎はその後すぐにまたディフェンス立て直してターンオーバーを誘って流れを回収したわけで、あそこで動じなかったのがガチで強いなって思った。そういえば、このインサイドを制した話と直結するんだけど、さっきちょっと触れた JB のアシストの話、ボール回しのパターンとも繋がってくる部分があって。あ、そうだよね。JB のアシストといえば、この試合7アシストでしょ？チームトップじゃん。そう。で、チーム全体のアシスト数が25対16なんだよね。長崎対千葉で、9本差？それって結構でかくない？めちゃくちゃでかい。この数字が面白い理由っていうのが、スリーポイントが両チームとも全然入ってない試合だったじゃん。長崎が 22.2%、千葉が 28% って、どっちもお世辞にもいいとは言えない。でも長崎は25アシストをちゃんと作れてるってことは、シュートが入らない状況でもボールが動いてたっていう証拠なんだよね。それ、私も試合見てて感じてた。なんかベルカってパスがよく回ってるなってずっと思ってて。アシストっていいシュートを作れた回数の指標でもあるから、シュート成功率が低かったとしても、ボールムーブメントの質は高かったっていうのがこの数字に出てると思ってて、いや、数字的にはね、千葉が16しか作れなかった背景にあるのって、ターンオーバーの多さとも直結してて、22ターンオーバーって、そもそもアシストを作るところまでたどり着けないポゼッションが相当あったってことだから。なるほど。ターンオーバーが多いとアシストのチャンス自体が生まれないわけね。そういうこと？長崎はターンオーバーが15で、その差が7。でもアシストの差は9。単純にターンオーバー分だけじゃなくて、オフェンス全体の組み立ての質の差が出てたと思う。JB の7アシストって具体的にどんな場面が多かったんだろう？ JB ってハイポストとかエルボーにボールを受けてから捌くシーン多かったじゃん。ボールを持ったら必ず周り見てて、インサイドに入るタイミングか、キックアウトで外に叩くかっていう判断が早いんだよね。だから7アシストって単なる数字じゃなくて、長崎のオフェンスの起点になってた時間が確実にあったっていう話で。JB って本当に何でもできるんだよね。得点もできてアシストも作れてディフェンスもするし、なんか長崎に欠かせない選手すぎて怖いぐらい。ちょっと待って、そこめちゃくちゃわかる？ EFF16、14得点で7アシストだから、単に点を取るだけじゃなくてチームを機能させる役割をしっかり担ってた。馬場ちゃんも6アシストしてるし、ベルカってそういう意味でアシストを作れる選手が複数いるのが強みだよね。JB と馬場ちゃんの2人でもう13アシストじゃん。チームの半分以上。そこが千葉との決定的な差だったと思ってて、千葉って基本的にナビさんへの個人のアタックが多い印象があって、実際この試合もナビさんがチームを牽引する得点を見せていたけれど、チームとしてのボール回しって意味ではベルカに軍配が上がってた感じ。そうそうそう。ナビさんは本当に怖かったけど、チームで崩してる感はベルカの方がずっとあったよね。ちょっ
と戻ると、最終的にこの試合の構造って、スリーポイントも入らなくて、フィールドゴールパーセントも似たような数字なのに、なぜ長崎が勝てたかっていうのは、ターンオーバー差とアシスト差に全部集約されてると思ってて、その2つが積み重なって、ファストブレイクで22点対16点の差になって、ペイント得点で44対34になって、最終的に8点差の勝利につながったっていう、すごく綺麗な構造の試合だった。なんかサマンサに説明してもらうと、あの試合こういうことだったんだって腑に落ちる感じがすごいある。えぐい。本当に数字って嘘つかない。ありがとう。そういうわけで、スタッツの話はここまでにして、イ・ヒョンジュンさんの話、そろそろしていい？待ってました。あのフリースロー 100% の話、絶対しなきゃいけないから、イ・ヒョンジュンさんの話の前にちょっとだけ言わせてほしいんだけど、ハピネスアリーナの雰囲気マジでやばくなかった？ 5877 人ね。ほぼフルキャパじゃん。数字見るともうわかるんだけど、画面越しでもあの声の波ってちゃんと伝わってくるんだよ。第3クォーターのランが始まったあたり、アリーナ全体が一つになってる感じがして、なんかブースターのコールが笛の音が聞こえなくなるんじゃないかレベルですごかった。あれはリアルにアドバンテージだよ。千葉の選手からしたら、タイムアウト中ですら声に飲まれてコーチの声が聞こえるか怪しい状況じゃん。それな、タイムアウトが機能しなかった理由の一つに絶対それあると思う。修正の指示が届かなかったんじゃないかなって。あと、単純に長崎の選手がアリーナのボルテージに乗ってもう一段ギアが上がってた感じがした。前半とは全然違うテンションで第3クォーター入ってきたじゃん。後半頭のベルカってなんか別のチームみたいに見えたよね。マジで前半のオフェンスがもたついてた印象があったから、後半の入りで、完全にスイッチ入ったってなった瞬間があって、あれがアリーナの力なんだよって、改めて現地観戦の大事さを感じたよ。ちょっと戻ると、ホームコートアドバンテージって、慣れみたいな話だけじゃなくて、試合の流れが逆転した時にそれをさらに加速させる効果があると思ってて、第3クォーターのランで長崎が少しずつ差を詰めるたびに会場がまた上がって、それが次のプレーにもフィードバックされるみたいな正のスパイラルがあった。わかる。実際、逆転した瞬間のアリーナの音ってもう画面から聞いてる私でも鳥肌立ったもん。現地にいたファンは本気で泣いてたと思う。すべてのシーンが愛おしいみたいな感覚、絶対あったよ。2分間のランを観客と一緒に体感してるって考えると、えぐいよね。ゲーム1でこの熱量だよ。もうゲーム2どんなことになってたか想像するだけで興奮するんだけど、それはまた次回の話で。そういえばこのホームの熱狂の話と繋がるんだけど、千葉の選手たちって実はあの雰囲気の中でもすごく戦ってたじゃん。特にナビさん。ナビさん、この試合チームを牽引する働きだったよね。フィールドゴールパーセント 44.0% だからシュートも高確率で決めてて。本当に千葉で一番怖かった選手だった。ディフェンスをこじ開けてインサイドに入ってくる力が全然衰えてなくて、長崎としてもあそこをどう止めるか最後まで答えが出なかった感じがしたんだよね。でも、なんか見てて悲しくなったんだよね。ナビさんがあんなに頑張ってるのに周りがフォローできてなかった感じがして、22ターンオーバーってチームとして崩れてた時間が長かったわけじゃん。プラスマイナスがマイナス20なんだよ、ナビさん。個人のパフォーマンスとしては文句なしなのに、彼がいる時間帯でチームが20点分やられてるって数字は、一人が頑張っても勝てない状況だったってことを示してると思ってて。ピエン。それって逆に言うと、ナビさん以外のところが相当やられてたってことだよね。そういうことで、実は長崎の方でスタジオンのプラスマイナスがプラス13で、ナビさんのマイナス20と差がえぐい。同じ試合に出てる選手でこれだけ差があると、チームとしての機能度の違いが数字に出てる。6スティールの人がコートにいる時間帯でそれだけ支配してたっていうことだもんね。でもスタジオンの話は後でがっつりするとして、ナビさんの話で言うと、ファウルアウトこそしなかったけど、過酷な日程の中でよく体が動いてたなって正直感動したもん。千葉って中3、3日プラス移動っていうスケジュールで、長崎が中6日だったからね。ちょっと戻ると、それがこの試合の千葉の22ターンオーバーにつながってた部分も絶対あると思ってて、体力的にギリギリな中で判断力が落ちて、ボールロストが増える、みたいな。なんか千葉の選手が悪いじゃなくて、その状況で戦い続けたことがすごいよなって思う。ナビさんだけじゃなくて、戸星さんが後半出てきてリズム変えようとしたり、チーム全体で諦めてなかったじゃん。そうなんだよね。第4クォーターで69対69に追いついたシーン。あそこは富樫さんが入ってボール運びが安定してから生まれたランだったし、最後まで食らいついた粘り強さはガチであったと思う。あそこで同点になった時は正直やばいってなったもん。ベルカ側のファンとして。千葉が全然ここで終わる気配なかったから。セミファイナルまで来るチームはやっぱり簡単には崩れない。フーミンが試合の最後に出てきてそのまま2点取って終わったのも、なんかグッときたよね。風民？あのシーン、もうなんか泣きそうになったんだよね、私。試合中なのに、
ベテランのラストランっていうのが頭にあって、残り24秒でミドルジャンパー決めてるのを見てたらかっこよすぎってなって。長崎ファンの私でも、あのシーンは素直にすごいって思ったよ。ゲーム2では最後の1分でさらにとんでもないことをやってのけるわけだけど、その話はまた次回で。それで言うと、フーミンのこと考えると、千葉の来シーズンってどうなるんだろうってのも気になって、ナビさんはどこにいるのかなとか、でも来シーズンの話する前に、この試合のヒーローの話ちゃんとしたい。特にヒョンジュンさん。私の MVP は絶対ヒョンジュンさんなんだけど、いや、数字的にはね、EFF31 でチームトップ、22得点、8リバウンド、フリースロー9本全部成功。フリースロー下遊分の9、100%。それそれ。あのメンタルガチでどうなってるの？ CS のプレッシャーのある試合でフリースロー1本も外さないって普通じゃないじゃないですか。しかもただ確率が高いってだけじゃなくて、第1クォーターの早い時間帯から千葉の原ちゃんとタッシーがヒョンジュンさんにガンガンファウルしてたんだよね。ファウルするしかないくらい彼のアタックが脅威だったんだけど、それが全部裏目に出て、そうそうそう。あれって相手にしてみれば積んでるんだよね。ファウルしなかったら得点力が怖くて、ファウルしたらフリースロー確実に決められる。どっちに転んでもヒョンジュンさんが点を取るっていう。まさに矛盾を抱えた厄介な選手って感じで。CS での FT%100% って、あれはメンタルがガチな証拠としか言いようがない。私、残り1分38秒のスリーポイントね。あそこで鳥肌立ったんだよね。74対70で4点差のところでトップからスポット入れてきて、そこで決めるのがスターなのよって思った。あの場面、千葉がまだ諦めてないタイミングだったから、あそこでの一本の重さが全然違う。ヒョンジュンさんって内省的で真面目な人なのに、ああいうクラッチの場面で本当に動じないんだよね。インスタグラムで聖書の本を投稿してたりして、なんか人として地に足がついてる感じがして、それがバスケにも出てる気がする。ちょっと戻ると、スタジョンの話も絶対しておかなきゃいけなくて、22得点13リバウンド6スティール、プラスマイナスがチームトップのプラス13。待って、スタジオン6スティールだったじゃん。さっきも言ってたけど、改めてえぐいな。それで13リバウンドも取ってるの？攻守両面でこの数字が出てるのが本当に異常で、彼がコートにいる時間帯で長崎が試合を支配してたっていうのがプラスマイナスプラス13に全部詰まってる。スタジオンの泥臭いディフェンスとリバウンドがなかったら絶対に勝てなかったと思う。なんか表に出てくるヒーローっていうよりは、試合を裏で支えてる存在って感じがして、そういうの好きなんだよね、私。うちらのスタジオン最強。マジで感謝しかない。EFF29 でアゲの MVP 候補って言っていいぐらいの活躍だったよね。そういえば、ババも6アシストでずっと存在感あったし、選手それぞれの話で言うと、千葉のナビさんの話もさっき少し出てたけど、そうそう、ナビさんの話もしたいんだけど、ちょっと待って。まずヒョンジュンさんの話させてよ。もう我慢できない。じゃあどうぞ。ヒョンジュンさんね、この試合22得点で EFF31 なんだけど、なんといってもフリースロー2本全部入れてるの。入分の入 100%。クラッチタイムでの FT 成功率 100% はメンタルがガチな証拠だと思ってて、数字が彼の勝負強さを物語ってる。もう神、信じてたよ、私。持ってる選手ってこういうことじゃないですか？あと第4クォーターの残り1分38秒のスリーポイント。あれを決めるのがスターなんだよ。鳥肌立ったもん、本当に。あそこ74対70で4点差だったじゃん。あそこでヒョンジュンさんがトップからスッと打って、それがスパッと入った瞬間に77対70になって、試合が実質決まった感じになったよね。そう。スリーポイント決める前に JB のミスがあって、あ、もったいないって思ってたら、次のポゼッションでヒョンジュンさんが打ち切るんだよ。なんか、チームのミスをスッと帳消しにするプレーができる人って本当に一握りだと思う。ターンオーバーからの得点っていう話で言うと、スリーポイントもポイントオフターンオーバーとして記録されてるんだよね。千葉のミスを逃さずに最大の場面で最大の一撃を打ってる。そうなの？それでまた繋がるんじゃん。さっきのターンオーバーからの得点26点の話と。そういうこと？あれが26点のうちの3点だったわけで、単なる偶然じゃなくてベルカ全体がずっとそういうプレーを積み重ねてた。あと、ヒョンジュンさんって日本語めちゃくちゃ頑張ってるじゃん。インタビューとかで一生懸命日本語で話してくれるの、なんか見てるだけで尊くなる。なんか真面目なんだよね、根本的に。インスタに聖書の言葉とか載せてるのも含めて、内省的でストイックな印象があって、だからこそクラッチで動じないメンタリティが出てるんじゃないかなって思う。そうそうそう。試合中も感情的になるシーンがあんまりなくて、ただ淡々と仕事をする感じ。それがまたかっこいいんよ。ちょっと戻ると、今日の試合でのスタッツ的に面白かったのは EFF31 っていう数字で、これチームトップなんだよね。フリースロー9本成功に8リバウンドも加わってて、得点以上に試合全体への貢献度がこの数字に出てる。ヒョンジュンさんって韓国代表の試合で若い選手のミスを責めないで励ましてたっていう話があって、年功序列が厳しい韓国文化の中でちゃんとヒョンの役割をやってるんだよね。年下を引っ張れる選手ってクラッチでも頼れるじゃん。
そういう部分が全部繋がってる気がする。それで言うと、第4クォーター残り1分38秒のスリーポイントもそうだし、それ以前にもここぞっていう場面での判断が本当に良かった。そういえば、千葉側で一番輝いてたナビさんとの対比で言うと、ナビさんの話にそろそろ言ってもいい？ナビさんはね、この試合24点でチームトップだったじゃん。でも正直、怖い選手が頑張ったっていう印象だった。あのフィジカルの強さとシュートの精度は本当に脅威で、ここで決めてくれるって場面で決め続けてた。ナビさんは EFF23 で、プラスマイナスがマイナス20なんだよね。本当に ?24 点も取ってるのにマイナス 20？ そこが面白くて、個人の数字はすごいのに、チームとしては完敗してるっていう構図がプラスマイナスに出てる。個人で打開しようとしてたのかなって思う部分はある。それに対してスタジオンのプラスマイナスがチームトップのプラス13で、あのスタッツが何を示してるかっていうと、スタジオンがコートにいる時間帯で長崎が試合を完全に支配してたってこと。スタジオン最強なんよ、本当に。22得点13リバウンド6スティールじゃん。6スティールって異常でしょ。マジで感謝しかないって思ってた。うちらのスタジオンが影の MVP だよ、絶対。いや、数字的にはね、6スティールって1試合の数字としてエグいんだよ。プレイオフでこれが出るって、集中力と読みの精度がめちゃくちゃ高い状態を90分以上維持してたってこと。しかもそれが全部ターンオーバーから26点っていう数字に繋がってるわけで。なんか、スタジオンって派手なプレーはしないじゃん。スラムダンクみたいなハイライトよりは、泥臭いディフェンスとリバウンドで試合を動かすタイプで、でも試合が終わった後に、あれがなかったら絶対勝てなかったって思う選手じゃないですか。それが22得点13リバウンドっていうスタッツにも全部入ってるから、得点的にはヒョンジュンさんと並んでチームトップで、リバウンドは断然ダントツ。で、34、44出場してる。ほぼフル出場だよ。ちょっと待って。ベンチスタートでその数字、34分もプレイして。ベンチスタートで、この出場時間とこのスタッツ、正直ベストだったと思う。ヒョンジュンさんが22得点 EFF31 でスポットライトを浴びるのは当然として、チームの土台を全部スタジオンが支えてたっていうのが、プラスマイナスプラス13に集約されてる。みちょっそだわ。ガチで狂ってるって意味で、あのスタジオの6スティールを全部リアルタイムで見てたけど、毎回、また取ったのってなってたもん。ちょっと戻ると、この試合の長崎の勝利の構造って、ヒョンジュンさんのクラッチでの個人能力と、スタジオンのチーム全体へのインパクト、この2つが両輪になってたと思ってて、どちらか一方でも欠けたら千葉に持ってかれてた試合だったと思う。そうだよね。ヒョンジュンさんがいなきゃ大事な場面で点が取れないし、スタジオンがいなきゃ千葉のターンオーバーをお手かがかれなかった。なんかもう、このチームの選手全員好きすぎて。そろそろまとめに入っていこうか。今日の試合、本当に面白かったよね。数字と試合展開がここまで綺麗にリンクする試合ってなかなかないから、分析してても純粋に楽しかった。わかりみが深い。私はもう感情が忙しくて、前半、やばいかもってなって、第3クォーターで来た来た来たってなって、第4クォーターで69対69になった時、心臓止まりそうになって。アニーの感情のジェットコースター、今日の試合にぴったりだった。ちょっと戻ると、この試合で一言でまとめるとしたら、ターンオーバーの差が全てを決めたかな。千葉の22本に対して長崎の15本、7本の差がそのまま16点の失点差になって、それが最終的な8点差の勝利の本当の骨格だったと思う。シュートが入らない展開でもベルカが崩れなかった理由がそこにある。私の一言まとめはもうヒョンジュンさんが神だったに尽きる。フリースロー9分の9で残り1分38秒であのスリーポイントを打ち切って、本当に持ってる選手ってこういうことじゃないですか。日本語も頑張ってて、クラッチで動じなくて、もう全部好き。ヒョンジュンさんの EFF31、これ今日のチームトップで、数字が彼の貢献度を全部物語ってると思う。FT%100% はメンタルが本当にガチな証拠。スタジオも忘れちゃいけないからね。6スティール、13リバウンド、プラスマイナスプラス13。泥臭いディフェンスとリバウンドがなかったら絶対勝ててなかった試合だったじゃん。本当にスタジオンへの感謝が止まらない。影の MVP 候補って言っていいと思う。それで言うと、千葉も本当によく戦ってたよ。ナビさんの24点はガチで脅威だったし、スケジュールの不利な状況の中で最後まで食らいついてきた。なんか、フーミンの最後のシーン、試合中なのに泣きそうになったんだよね。ゲーム2でどんな展開になるかはまた次回語るとして、千葉の選手たちには本当にお疲れ様って言いたい。来季の千葉にも期待したいね。あとなんか、今日の試合ってバスケットボールって面白いなって改めて思えた試合だったんだよね。数字が合ってて、感情があって、ホームの熱狂があって、全部が絡まって82対74になった。それな、ハピネスアリーナの5877人、声の壁が本当にベルカを後押ししてたって思う。現地にいたファンのことを想像するだけで、もう言われぬ感情になる。テバってなる。韓国語でやばいが今日一番刺さった。ちょっと戻ると、収録時点でゲーム2はもう終わってるんだけど、こっちの話はまた次回しっかりやるから。
千葉のあの選手のラストランも含めて、もうとんでもない展開が待ってるので。次回も絶対聞いてほしい。というか今すぐ聞きたいぐらいの話が待ってるから。ということで、今日のゲーム1の逆転劇、皆さんは MVP 誰だったと思いますか？ヒョンジュンさん派、スタジョン派、それとも別の選手、ぜひコメントで教えてください。クックアップポッドキャストチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。上ザナがサーキー。